クローブチャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する興味でクロート向けな YouTube チャンネルです。クローブチャンネル。はい、皆さんこんにちは。クローブゲームズの丹沢です。今回のクローブチャンネルは昨年2023年にご自身の会社ハーベストバレーを立ち上げ、3月7日に所蔵作となるダイビーを発表されました刈谷啓二さんをお招きいたしました。刈谷さんよろしくお願いします。はい、ハーベストバレーの刈谷です。昨日ユニコーンオーバーロードをクリアしたばかりです。僕もクリアしました。その話もしたいところなんですけどね。今日はダイビー、はい、新作発表されたということで、この話を伺っていきたいと思うんですが。はい、お願いします。はい、お忙しそうで直接ご挨拶するタイミングがなかなかなかったんですけど、改めまして会社設立と新作発表おめでとうございます。ありがとうございます。刈谷さんといえばですね、電源不要ゲームの祭典ゲームマーケットの立役者として超有名な方なんですけども、そうでもないです。いや、昨年ね、独立されたということでね、本当驚いたんですけど、ハーベストバレーとうちの黒帯ゲームズ、4ヶ月差ぐらいの設立で、同じ合同会社っていう形式で、会社情報を見たら、設立の資本金も同額なら、メインバンクも一緒っていう、ほぼほぼ同じ規模の会社ということでね、勝手に他人とは思えないなと思っておりました。うちはね、個人会社なんで、黒帯さんの規模はすごいなと思いながら見てますけど、はい、ほぼほぼ個人みたいなもんなんですけどね、商業の話とかも伺いたいところなんですけども、まあそれはねちょっとこの後の打ち上げにとっておくとしてですね、今日はまあ実際ゲームも遊ばせてもらいつつ、まあゲーム開発のこととかハーベストバレーさんの今後の野望展望なんかをいろいろお伺いできればと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このダイビーなんですけど、どちらかというと結構軽量級で、だから僕のイメージとしたら刈谷さんが一発目作るのはすごい重いやつ来るんじゃないかなってこう思ってたんですけど、この世はどういうプレイシーンとか想定して作られた感じなんですか？そうですね。そもそも僕は自分のことを本業ゲームデザイナーだとは思ってなくて、編集者だと思ってるんですよね。ああ、なるほど。それはまあ今でもそうなんですけど、ダイビーはたまたまゲームを思いついたんで、自分が作ったゲームになったっていう感じで、思いついたのも一昨年か、もう、会社を辞めて、去年の2月ぐらいに高校生相手にボードゲームを教える授業みたいなのに参加させてもらった時に、ゲーマーなりにゲーム遊んだことがない人に遊んでもらうならこの辺かなみたいなのを持ってったんですけども、自分が思ってる以上に普段ゲーム遊んでない人ってゲーム感っていうのを持ち合わせてるわけじゃないなっていうのを改めて理解して、そういう中でダイスゲームに対する反応が良かったんで、ダイスゲームやっぱいいなと。サイコロ振るってそれだけでちょっと面白いですもんね。そうなんです。本能に訴えるというか、肌感覚もありますし、なんか楽しいので、やっぱすごく盛り上がる。あとゲームが少々戦術的であっても、6出ろ6出ろコロコロ6みたいなのがあって、わーって盛り上がるんですよね。ただやっぱダイスゲーム強いなって思った時に、あれそういや日本でめちゃめちゃ簡単なダイスゲームって何があるんだろうって思ったら、意外とないなと思って。僕が好きなのだとブラフとか。ブラフ絶対初心者向けじゃないじゃないですか。そうですね。しかもちょっとでかいですね、コンポーネント。そうですね。箱もでかいし、あれの目をすぐ計算できるのはゲーマーだと思う。確かに期待値をね、すぐ計算するのはゲーマーっぽいですよね。あれ初心者に遊べって言ってもちょっと厳しい。なるほど。あと簡単なんだとストライクとかあるんですけど、あれもまあ結構でかいじゃないですか。もっと小さくって取り回しが良くってめちゃめちゃ簡単で初心者がすぐ理解できて振って楽しいみたいなゲームって意外とないなと思ったんで、確かに言われてみるとそうですね。はい、というわけで、実際ゲーム遊んでからですね、いろいろ細かい話お聞きしていきたいと思いますので、実際ゲームを遊んでみましょう。はい。というわけで、ゲーム実際遊んでみたいと思います。簡単にルール説明をレイさんからお願いしてもよろしいでしょうか？はい。よろしくお願いします。お願いします。ダイビーなんですけども、伝統的にあるダイスポーカー系みたいなゲームで、ヤッツィとかヨットとかをね、知ってる方は、割とそのまんまなので、もう説明聞かなくても大丈夫ぐらいの感じです。知らなくても全然大丈夫で、非常にルールは簡単です。最初に自分の手番が来たら、5個あるサイコロを振ります。このサイコロ2回振り直しができるんですけども、2回振り直して手札にある役を作っていくことを目指す。6枚役があるので、6回手番が回ってくるとゲーム終了。目指す役の説明なんですけども、一つはダイビーって言って、5ダイスですね。5ダイス。全部同じ目。4ダイス。まあこれは4つ同じ目ですね。ストレートは1、2、3、4、5か2、3、4、5、6っていう連番ですね。フルハウスもポーカーやってる人はわかると思うんですけども、3ダイスと1ペアの組があればフルハウスになると。まあこの辺まではポーカーわかってる人だとすぐわかると思います。ビッグダイブとスモールダイブはちょっと特殊で、ビッグダイブは
ダイスの出目が6、5、4の3種類の中で、同じ出目が3つあれば、基礎点の2点にボーナス2点もらえるよっていう役ですね。6、5、4の中で同じ出目が2つだったら基礎点2点にボーナスが1点。1個でも基礎点2点はもらえますよ。で、スモールダイブはそれの出目が1、2、3のバージョンで、同じ出目が3つあれば基礎点1点にボーナス2点もらえますよと。ビッグダイブ、スモールダイブはよっぽどのことがない限り大体点数になります。点数になるとこうやって裏返して点数が入ったことを示すんですけども、一度点数になった役はもう点数にすることができません。もうその役が揃っても点数にできない。なので、ビッグダイブとスモールダイブが潰れた後はですね、何か他に役ができてないと豚っていうことになっちゃうわけですね。まあ点数が入らない。で、点数が入らなかったらどうなるかっていうと、まだ得点になってないカード1枚を選んで捨てなきゃいけない。さっき6回手番が回ってきたら必ず終わるって言ったのはそういうことで、もちろん6種類全部の役が全部得点にできたらコンプリートですけども、できなかったらね、得点になってないカードを捨てろと。ちなみに得点になる限り得点にしなきゃいけないので、何か揃っているのに別のやつを捨てるみたいなのはできない。はい。スモールダイブ本当は点数取れるんだけど、1点しかもらえないから、このスモールダイブ捨て札にしたいですって言ってもダメです。なるほど。それはもう点数にしなきゃいけない。いけない。もう基本はそれだけで、あとボーナスですね。ビッグダイブ、スモールダイブ以外のカードは、1投目でこの役を成立させた時にボーナスがもらえます。フルハウス、ストレート、4ダイスだと2点ボーナスがもらえます。ダイビー、つまり5ダイスをいきなり成功させちゃうと、もうその瞬間その人の勝ちです。はい。じゃあこれでもう一発でどんな点数かとかを見ずに勝ち。そうですね。それまでの経緯はもはや何にも関係なく、もうその瞬間ゲーム終了です。なるほど。はい。まあなので一応言うと、ダイビーを残しとけば、最後まで、そっか。逆転勝利の可能性を残すかどうかって、夢を見るかどうかってところあると。なるほど。基本はそんな感じです。今回特殊タイルを使うっていう話なんで、特殊タイルの説明もちょっとだけ。特殊タイルって言ってもすごく簡単です。黒いワンモアロールっていうやつは、さっき2回まで振り直しができるって言ったんですけども、3回目の振り直しができますよっていうやつですね。非常に簡単ですね。茶色のフリップっていうタイルなんですけども、これが面白くてですね、フリップを使うとサイコロ1個を裏返しにしていいよっていうことですね。サイコロって、まあご存知の方多いと思いますけども、表と裏を足すと7になるようになってるんですよね。1の裏は6だし、2の裏は5だし、3の裏は4なんで、ストレートなんか非常に作りにくいわけなんですけども、フリップがあると結構確率が上がると。ただ、こいつら1回しか使えないので、使ったらもう捨てなきゃいけないので、どこで使うかっていうのが非常に悩ましい感じになっています。はい。はい。じゃあ、早速始めていきたいと思います。一番上の僕からいきたいと思います。僕ね、台数いいんですよ。だからフリップすればもういきなり。一応フリップの説明で忘れてましたけど、フリップ使ったら1投目のボーナスはもらえないです。勘違いしてた。いや、それでね、ダイビーで勝ちだったら。確率高いですもんね。それはルールブックに書いてます。これね、難しいのが、フルハウスを狙うかなんだけど、4つ残しでフルハウス狙いますよ。これダメね。いってくれフリップ。うわぁ、こんな序盤で、ちょっと行き急いでらっしゃる。急ぎました。フルハウスごときで。じゃあ行きますよ。はい。まあ僕も、じゃあフルハウス狙いでね。まあフルハウスはね、結構出るんですよ。出るんだよね。あー、出てない。よっお、出たーイエーいいなぁ。すごい。フルマシ行かせていただきます。素晴らしい。お、悩む必要がないんじゃないですか。悩む必要ないんですか222残しじゃん。そっか。おあと1個ある。これも振り得ですよね。振り得じゃないよし。終わんないよ。終わりはしないけど。やばい。ダイビーもらっちゃいました。いきなりの。まだその時ではない。まだその時ではない。何の意味だ。まだ焦る時間じゃない。ほら、また似たようなさ。いや、もうフルハウスがないからさ。そうですね、確かに。 4蓋残しで。いくぜ。おら、すごい持ってる。おい、いただきましたやば。あれダイビーを持ってない人が一人いるぞ。これ僕ら結構ディスプレイしてたけど、だいぶ稀なパターンだ。そうですよね。1投目でストレート出すか。
11223。これは11残しそうで。ですすね。よっこれは厳しい。これはどい。 1234に変えますよ。5が出る。ストレート狙いってことですね。よっおー今日なんかやらせみたいな感じになってるけど大丈夫やばいなかなかこんな爆裂しないゲームのような気がしてたんですけすごいですね。素晴らしいいきます。ど。おっと、これは、まあ4。まあ絶妙な4残しですかね。お、3つに増えた。いや、4ダイスがね、ありますから、一応もう一回、じゃあ。おーっと素晴らしい。 4ダイスいただきました。順調に上から、怖っ。まだ3人ともビッグもスモールも潰れてない。そうですね、すごい。これなかなか稀なケースかなりをハイレベル。突然配信しちゃって大丈夫そうですね。もっとグダる一般の思ってた。的な、いくぜ。おがもう6に愛されてるので。ほらほら三つ目ほら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 。フリップがない。ない。まあ、ビッグダイブいっとこうかな。これで4点もらえるんですよね。そうですね。そうですね3個だから2点ボーナスです。おー。はいおおあれこれもう2点ボーやばナいこれスでいくか。いやいや、もうこれ2点ボーナス。そうね、ダイビーと同じ点数なんですもんね。そうですよねだって一発勝利はできない以上、一発4ダイスですよ。あー、すごい。やば。みんなここで運を使い果たして。こういうゲームだと思われそうな。なんかこの後、お、444。 4ダイスも、5ダイスも、もうないというから謎の贅沢な悩みを。まあ、フルハウス。そうですね。かストレートかフルハウスまあ、フルハウス狙いでじゃあ、すごいな狙っといてビッグダイブでもいいもんね、こけてね。まあこれが普通ですよ。普通ですよね。うん。もう一回だけじゃあ、フルハウス狙いで。惜しい。これはビッグダイブで、はいはい、行かせていただきます。 2点ビッグダイおいで来てない。もう3つ出てるから。フリップをあそこで使ってしまったことが悔やまれるぜ。あらなんてことだ。フルハウスだけどフルハウスだが、333なので、じゃあスモールダイブ2点もらいブま。ですすね。はい。このゲームっぽくなってきていいですね。僕もまだビッグもスモールもあるんで。すごいまあでもあとはダイビング。ダイビーよね。ダイビー突然のダイビー。お結構でかいのが。いいですね。いいですね。しかも僕、まだフリップもワンマンロールも残ってるんで。おー。おー嘘でしょ全員ダイビーだって、すごい何回か遊んでますけど、一回も見たことないですけど。よくない。よくない例かもしれないですね。これは取り直しかもしれない。これ取り直したらビッグとスモールだけしかできないというまだね、ぐだついた試合になっ極端な試合。ストレートの両面マッチ両面待ちですね、これ。やっぱ両面待ちって言うんだ。ね、カードのストレートの中国語表記が春対になってて。純子じゃない。純子じゃない。おーすげえ出たなんだろう、やばいな、今日。ここんなゲームじゃないんだよ。の流れだったら急に4ダイスとか振るよね。うん。あなた難しいね。確かにストレートを狙うのもなくはない。なくはない。4ダイスを狙うか。4個い。おーもうじゃあこれで終わりですね。頑張る必要がないから。はーい。じゃあ、4ダイス。すごい。豚だった時はこうなくなるんですけど、はい今、なくなるっていう例を見せられない。もうだって僕ビッグとスモールだから、そうですね、もう、ほぼ。ほぼ大丈夫です絶対うん。何でもいいっすよぐらいの。ストレート来たらどうしよう。あ逆に一番困るのは5ダイスとか出てもな。出てもな。言ってると出ない。今、スモールダイス狙いですね。せっかくなんでワンマンロなールるほど。使います。確かに。あそうね。あ、出た。出た。じゃおー。あスモールの2点で。スモールの2点。これはこれ結構横最並び高点取れるんじゃない自分のプレイの中で。 2残しでじゃあ、そうですね。スモールダイブも残ってるし。そうですね。じゃあ、これもう一回、うん2残しでいきます。いや、どうしようかな。粘るべきなんですかね、これは。まあ、ここは、じゃあ、スモールダイブいってきます。はい。最後でリソースを全部残した状態でフルハウスを狙っていくと。はい、いきます。ストレートかなんでこうなるのちょっと待って。23狙い。あさあ、23来い。怖っそんなゲームじゃないんだけどな。全部出ちゃった。怖っこれ、すごい全員パーフェクトなん全員じゃないパーフェクトゲームですパーフェクトあねる。あれこんなゲームだったっけこあーれはね、6、5、4。まあ一応6だけ残していきますわ。うんうんうんお
もうじゃあフリップ使ってこいつひっくり返して、これでビッグダイブのプラスボーナス2点。結局もうボーナス勝負になっちゃってるじゃないですか。ボーナス勝負ですね、これ。ビッグもスモールもみんな満点取ってるから。でもワンモアロールとフリップ残してるからフルハウスとか楽勝でしょ。これはもうフルハウスを成功させるのが最低条件で、そうですね。一発 OK じゃないとカリアスに勝てない。無理だよ。カリアスは並べないってことですね。例として良くない。例として良くない。まあこうなりますよね。3残しでいきます。お3残して。3残しですね。そうね。ワンモアロールいきます。はい。失敗だ。僕はこれでおしまいです。なんと初めてカードをなくすという例が。ということは点数的にはカリアさんが、全部成功のプラス6点で、僕が全部成功のプラス4点、はい、で1個失敗したのでだいぶハードル高いですね。このぐらいだったら優勝することありますけどね、普通に点数的にね。これ全然普段だったら全然ダイビー成功してれば優勝ですね。だいぶ盛り上がりました。お疲れ様でした。テストプレイ何回かさせていただいたんですけど、ダイビー1回か2回ぐらいしか見なかったのに、全員ダイビー当たり前みたいな状態は本当はならないんですけど、ならないですね。やらせなしでやったので、もうあれはあれで一つのゲームの。逆にやらせっぽかったんですけども。やらせっぽかった。だいぶやらせっぽかったですけど、実際サイコロも振ってね、やったので、ああいうこともあると。まあ僕も TRPG をめちゃめちゃやるので、やっぱりダイス振るのって楽しいですね。そうですね。単純になんかダイス比べしてるだけでも楽しいところにちゃんとルールがつくとより楽しいというところで、確かにさっきおっしゃってたように、ダイス振るのって楽しいよねっていうところはすごく感じました。こっからは制作の過程だとか、どんな設計思想だったのかとか、いろいろちょっとお伺いしていきたいと思うんですけれども、ダイビー制作にあたって、さっきもちょっと高校生の方たちの話聞かせていただいたんですけど、最初の構想からプロトタイプってどんな感じだったのかなとか、作っていくうちに初めから想定通りに最後まで作ったのか、途中で結構変わった部分あったのかとか、そのあたりってどうなんですか？ダイビーは、さっきもちょっと話しかけたんですけども、相当ロジカルに作ったんで、シンプルなゲームっていうのもあって、変化していった部分っていうのはほとんどなくて、さっき言ったような流れで、初心者向けの単純なサイコロゲームがないんだったら作ろうかと。欧米ではシンプルなダイスゲームって何になるのかなって思った時に、ヤッツィーかなと思って、じゃあヤッツィーってどうして日本で流行らないんだろうって考えたら、まずヤッツィーってスコアシートとペンが必要なんですよ。ダイス目によって点数が変わったりするんで、記入しなきゃいけないんですよ。それは初心者には全く向いてないじゃないですか。ハードルが高い。なので、それはなくそうと。逆に言うと、それをカードにして、点数になったら裏返したらいいんじゃないって思った時に、もう大体ダイビーは完成してたっていうか、ヤッツィって役が13種類あるんですよ。だから1人がサイコロ13回。そうですね。ちょっと多いですよね。あれは多いな。これ時代の違いもあると思うんですよね。ヤッツィってできたの1950年代ぐらいだったと思うんですけども、あの頃はやっぱりそんなにみんなアクセクして生きてないから、ゲームなんかも。なるほど。ライフスタイルの話ですよね。ゆっくりみんなでテーブルを囲んで1時間ぐらいダラダラ遊ぼっかみたいなプレイシーンっていうイメージですよね。多分飲み物飲んだりしながら 2,3 時間かけて遊ぶような、そんな感じだったのかなと思って。今 2,3 時間ちょっと厳しいですね。そうですよね。で今はむしろ短いほどいいみたいな感じすらあるじゃないですか。ダイビー大体10分から15分ってイメージですよね。そうですね。ここには15分って書いてあるんですね。はい。プレイ人数で当然違うんですけども、大体15分ぐらいで終わるよね。だから役も6種類にしちゃえと。そしたらすぐ遊べて、初心者の人も盛り上がるんじゃないかなと思って、カードを役にすればいいんじゃないかって思いついた時に、もう大体終わってて、もうプロトタイプから変化したこともほぼないですね。唯一あるとしたら、さすがにシンプルすぎるなと思って、特殊タイルぐらいはいいかなと思って。特殊タイルがじゃあ後からついてきた感じなんですかね。そうですね。特殊タイルは最後につけて、さすがにシンプルすぎるからこれぐらいは必要かなと思って。いや、あれで随分ゲーム性増して、毎ターンが、運が悪かったな、図工で終わらない。いや、ここから必殺の手があるって。TRPG でいうところのちょっとヒーローポイント的な発
発明だなと思ったんですけど。いや、あれはつけてよかったですね。後から来たんですね。はい、なんか納得しました。あれなくても当然遊べるんだけど、今回テストプレイやるときも初めてだから追加ルールはなしで行った方がいいんじゃないかって思ってたんですけど、いや、これは初めから紹介した方がいいでしょ。そんなに難しいルールでもないしっていうことで、いきなり取り入れさせていただいて、一応オプションルールという風な書き方されてましたけど。一応追加ルールなんですけども、普段からゲーム遊んでる人は特殊タイル入れてる方が面白いです。そうですね。正直初めから入れて全然いいかなと思いました。いろんなゲームデザイナーさんとお話ししていると、そのひらめき派とロジカル派がいて、僕もどっちかっていうとロジカル派でお客さんの分析をしてどんなこと喜ぶかなみたいなことを考えて作っていくことが多いので、そういうタイプの人って初めに作ったこっちだねっていうところがブレない限りはそんなに変わらないですよね。そうですね。似たタイプだなと思いました。最初に言った通り、僕はゲームデザイナーっていうよりも、編集者の方がスキルが高いと思ってますし、普段バンバンゲーム作ってる人間でもないので、編集として基本的にはゲームデザイナーさんが作ったゲームをこういう風にしたらいいんじゃないですかっていうことが多いので、どうしてもそういう感じ。そうか。今までもゲームデザイナーさんが作られたものをどういう風にお客さんにマッチングさせていくかとか、そうですね。そういうことをお仕事されてきたから、当然なんかそっちの方が得意だし、慣れてらっしゃるとか。そうですね。なんですかね。僕も昔は感覚でゲーム作ってたこともあったような気がするんですけど、ダイビーは相当自分の中でもロジカルに組み立てられたゲームですね。はい。なるほど。次はですね、ちょっとデザインについてもお伺いしたいなと思ってまして、ダイビーって何って初め思ったんですよね。はい、ダイスのゲームなんだろうなっていうのはパッケージで分かったんですけど、ダイビングするみたいなモチーフなのかなと思うんですけど、カリアさんダイビングされるんですか？全くしません。されない。はい。つまり、振り直すことでどこまで潜るかみたいなイメージなんですか？っていうよりも、これのタイトルは完全に言葉遊びというか、非常にダイビーはヤッツィをインスパイアされてゲーム作ってるんですね。ヤッツィっていうタイトルも変なタイトルじゃないですか。あれって何かっていうと、英語のヨットっていう言葉をちょっと入れ替えて、後ろに EE つけてヤッツィにしてる。ああ、そういうことか。一応、ヨットって言われたりもするじゃないですか。ヨットって言いますね。本当かどうかわからないんですけども、俗説では、ヨットのクルーザーで遊んでる時にルールが整備されたみたいな説があって。なるほど。だからヨットって呼ばれたり、商品の名前がヤッツィってなったんですけども、あれもヨットである意味ほぼないじゃないですか。テーマなんか何もないし、サイコロ振るだけなんで。でもその論法で言ったら、カリアさんがダイビングしてる時に思いついたゲームであるべきみたいな。いや、なので、ヤッツィなんで、海に関係した名前をつけるかと。向こうが船の上なら、こっちは潜るぜみたいな。ダイビングだぜ。ぐらいで、ダイブに E をつけたら、ダイビー。なるほど、そういうことだったんですね。あと、実は後付けなんですけども、ダイビーだと V を C に変えたダイスじゃないですか。そうですね。ダイスと兼ねてるのかなっていうのは、愛の上にダイスがあるので、これダイスとかけてるけど、俺はもっと行くぜみたいな、潜りすぎて死んだみたいな、そういうモチーフの中で勝手にストーリーを考えてたんですけど、そういうことじゃなかったんですね。そういうことですね。ヨットから連想してダイブにした。あとさらに言うと、ハーベストバレーとしては、アジアでボードゲームを売っていきたいな、みたいな思いがあって、なので、東南アジアの海にダイビングしてるみたいなイメージも合わせましたね。珍しいなと思ったら、もう本当大きく中国語がカードにも書かれていて、このまま持っていって、そうですね。売れるという英語と中国語と対応しているというところでね、海外の人と一緒に遊ぶのも遊びやすいですね。あんまり説明なしに入れるのかなと思いました。特に欧米の人はヤッツィとか日本人よりもずっと親しみがあると思うんで、ダイビーのルール説明したらあーってなると思う。なるほど。ちょっと簡易版ヤッツィみたいな、タイトルがね、とにかく聞いてみたかったんですけど、そういう感じだったんですね。そうですね。ヨット、ヤッツィからダイビーっていうそれだけです。ついに一作目を出されたっていう感じなんですけど、ご自分の会社でゲームリリースされて、今までと結構いろいろやり方が違ってたんじゃないかなと思うんですけど、自分で会社作ってよかったこととか、逆に、ここは大変だな、みたいなことってあったりしました。やり方は前職の頃とほぼ一緒なんですよ。なるほど。印刷所も前職で使ってたところですし、倉庫会社さんも前職が使ってる倉庫さん、物流に関しては前職が物流やってるんで、もうそこにそのまま投げて。お願いして。はい。グラフィックデザイ
ザインも今までお願いしてた人だし、うん、イラストもそうですね、うん、やり方はほぼ前職までのやり方と一緒。逆にそれで作れるから強い。そうですね。ファーストトライとしては戦いやすい戦い方で、そのままやれた。まあ自分の中でもそれ見通しがあったから独立したっていうのもあったんですけども、良かったことは当たり前ですけど、自分の思ったように企画が通ること。そうですね。通るっていうプロセスすらないですもんね。まあそうですね。やろうって言ったらやろうって決めたらもうなったっていう感じですね。それがこうめんどくさくなくていいですね。まあ、逆にしんどいことは当然金銭的なフォローが自分の貯金だけっていうのは厳しいですし、我ながら人間心理として面白いなと思ったのは、前職にいた時もボードゲーム開発の上の方にいたわけですけども、自分が関わったタイトルに関して基本的に自信満々なわけですよ。売れるに決まってるだろうと、俺が関わっているタイトルに一部の隙もないと、絶対に売れるみたいなつもりで開発してたわけですけども、自分の会社で出すと売れなかったらもう全部自分の経済状況に関わってくるんで、これ頼む売れてくれみたいなみたいな心理になるのが。それはでも自信がなくなるというんじゃなくて、ダメだった時の想像が、まあ、会社にいる時は失敗したら次頑張るんですいませんって、まあそうですね、ところで終わるところが、まあ明日給料もらえなくなる、明日食べるものがないみたいな状態になるっていうところですね。まあ、それはあるな、確かにそうですね。さっきも言ったようにね、自分が開発にかけた手とかは前職から一切変わってないんで、前職で作ってたら、おいおい売れるに決まってんだろうって思ってたと思うんですけど、立場が違うと自分の認識も変わるんだなと思って、それが我ながら面白かったですね。なるほど、なるほど。僕もまだ1年経ってないですけど、楽しいですよ、自分の会社。倫理とかね、いらないですしね。そうですね。もう、僕、脳内倫理でね、よし、やろうっつって。買おうとかね、もう全部こう決まっていくっていうのはね。そうですね。気持ちいいし、逆に自分で決めたことにすごく責任を持たなきゃいけないので、誰も守ってくれないから、僕が A と決めて、それで面白いと思って走って、結果があんまり出なかったとしたら、それはなんか全部自分が追うっていう。でも、すっきりしてて気持ちいいかなっていう。まあそうですね。すっきりはしてます、ね。人に迷惑かけないってところはね、ありますけどね。前職で言われたってわけじゃないんですけども、例えば、リサーチとかしてるのかみたいな話とかになった時に、ボードゲームでリサーチなんて、じゃあどこでやんのとかなるじゃないですか。お金使っていいのとか、でもお金使ってまでやってどういうニーズがあるからみたいなことを調べて何になるのみたいな話とかあるじゃないですか。企業としてはやっぱり説得力を持たせるために、経営陣に判断を仰ぐためには必要になってきたりするじゃないですか。まあそういうのがかったるいなっていう気持ちがあったんです。いや、臭いですよ、正直。僕もだからすごいやってましたし、逆にデジタルなんで本当に調査会社使って何百万使ってアンケートみたいなの取ってもらうみたいなことやってましたけど、正直意味はないと思ってました。なぜなら僕ゲームセンターのゲーム作ってたんで、ゲームセンターのゲーム遊んでる人たちと直接話して毎日聞いてることの方が全てで、その調査会社のやつでそんなこと分かるわけないって思ってましたけど、じゃあなんでそこで何百万も使ってたかというと、より上にいるおじさんたちを説得するために、こういう調査会社の人たちがいいって言ってるのでいいんですって言って煙幕張るためにやってただけで、わかりますよ。正直アホ臭いですよね。結局は経営陣から、それってお前の勘じゃないのかって言われて、いや僕の勘ですけどっていうのがダメだから、オブラートに包むためにいやいやいやなんとかというね、ちゃんとした調査会社さんにこんなお金かけてやった結果も僕と同じことを言ってたんで、僕は信じられないかもしれないですけどこの調査会社と僕の合わせ技で信じてくれませんっていうプレゼンですもんね。そうなんですよ。ただそれに意味があるかというとほぼ意味はないですね。ないですよね。ないですね。そうそこが自分の判断でできるっていうのはすごくいいなと思います。そうですね。すっきりしてていいですね。すっきりしてていいですね。今、うちの会社はデジタルメインでやらせていただいてるんですけど、将来的にはボードゲームとかカードゲームもいくつかこう作りたいネタはあって、まだ動き出せてないんですけど、なんか出していきたいなと思うんですけど、逆に僕はもう紙のゲームに関しては本当に素人なんで、気をつけていった方がいいこととか、こうした方がいいよみたいなアドバイスとかあったりしますか？気をつけた方がいいこと。ね、印刷上の話をすると、日本国内の方が、スピードは速いですね。印刷に1ヶ月かかんないですし、あと国内の工場だから倉庫に収めるのに半日もかかんないぐらいなんですけども、中国だと印刷そのものに2ヶ月ぐらいかかったりしますし、で船で来て、そうですね、船で来て、なんか税関で止まっているとか、そうですね。今回も僕の会社一発目だったんで、
重点的にチェックを受けたらしいですよ。今まで実績がないから。そうか。まあそりゃそうだよな。どこに薬を隠してるか分からない。確かにね。そういうチェックをするってことですもんね。そうですね。聞いたこともない。税関の人悪口言っちゃいけないですよね。そうやって守ってくれてるわけですからね。それは当然必要なんだけど、その日数を考えてスケジュール組まなきゃいけないですよっていう話で、紙オンリーでやるんだったら、国内でもそれなりに安いと思います。紙オンリーじゃないってどういう状態？サイコロ入れる。ダイビーサイコロ入れてます。まああと木のコマとか、ああいうのを入れ始めると、多分日本ではまだ高いんじゃないかなっていう気がします。紙だけだったら、日本も随分ディスカウントされてきた。昔はボードゲームの印刷なんて相当特殊な案件だったんで、すごく高かったんですよね。分厚い紙に印刷して抜きを作ってとかっていうことになると、普通の印刷会社だとできないっていうこともありますもんね。昔は本当に日本では到底無理で。マインドーさんとかずっと頑張ってらっしゃったんですけども、マインドーさんも当時はマックスで500ぐらいしか作れなかったんですよ。一度に作るのは。今は多分ちょっと違うと思うんですけども、マックス500だとちょっと商売としてしんどいんで、2000、3000すりたいみたいになった時に、中国の方が全然安いなっていう話とかはあったりしてという。なるほど。今ね、考えてる企画は、1個はもう紙だけなので、国内でもいいかな。ロード・バミオンっていうカードゲームをずっとやってて、その時にお世話になって印刷会社さんとか、いくつか知り合いはいて、そういうところと相談しながらやろうかなとか思ってるんですけど、物を入れるってなると、まだ中国なんですね。もう僕、国内で見積もり取ってないですけど、多分、倍じゃ効かないと思います。倍じゃ効かない。なるほど。もし、その時になったら、相談乗ってください。全然、いろいろお教えします。でもね、こうやってボードゲーム自体が広がっていけば、もっと日本の印刷所とか。そうですよ。いや、日本の印刷事情も、10年前とかと比べたらもう全く違いますよ。どんどん良くなってる。どんどん良くなってますね。いろんな細かいニーズに応える印刷所が、マインドさん以外にも、増えてますね。いくつかできてますし。だって今、同人って思うような、そのパッケージのクオリティのゲーム、たくさんありますもんね。びっくりしますもんね。じゃあちょっとぜひ僕もチャレンジしたいと思ってますので、先輩よろしくお願いします。その時は何でもお教えします。お願いします。はい。はい。というわけでね、すっかり話し込んでしまいましたが、ハーベストバレーさんとして今後の展開や野望などなどありますでしょうか？何か。はい。ダイビー出しましたけども、今3つほど企画が具体的に動いてまして。3つ。ダイビー以外に3つ。以外に。年内に出せたらいいなと思って。早いテンポが。いや、ボードゲームはね、ずっと仕込んでたものなんで、逆に言うと、9月1日から会社作って、3月でようやく1本目なんで。1本目まではね、結構大変だった。その間1本だけずっと作ってたわけじゃなくて、いろいろ自己準備されてたってことですよね。はい。今動かしてるやつらは、ダイビーとは全く違う系統のゲームで。楽しみ。2本目は中量級で、おそらく3500円ぐらいで、カードゲームのコンボを決めるような、リソースマネジメントの小気味のいい感じのゲームになると思います。中量級ぐらいが僕は大好きです。爪がやばくてですね。やばい。このままいくと8000円とか。値段がやばい。1万円ぐらいの大きさになりそうで。もうヘビー級と言われる。超ヘビー級になりそうで。これは多分ね、クラウドファンディングしないと自分の会社だけではお金が持たないなと思ったりして。でも最近そのパターン多いですもんね。まあそうです。面白そうなゲームで、クラウドファンディングで、だいたい忘れた頃に巨大な荷物が家に届いて、何っていうやつありますよね。この辺は情報を4月の末のゲームマーケット。ゲームまで。チラシみたいな感じで公開できたらなと思ってるので、楽しみにしていてください。はい。めちゃめちゃ楽しみな情報ありがとうございます。多分第2弾は、うまくいけば今年の7月ぐらいに出せると思う。今年の7月、夏、楽しみにしております。第3弾と第4弾は。第3弾はクラウドファンディングみたいな話があるから。クラウドファンディングもうまくいけば、5月末ぐらいにスタートして、年内に発売できたらいいなと思ってますけど、まあまだ何とも言えないです。じゃあ、楽しみに待たせていただきます。ぜひぜひ。はい。頑張ってください。頑張ります。はい。というわけでね、あっという間の時間なんですけども、カレさんどうでしたでしょうか？こんな感じで良かったのかなと思ったりしますが、何かの役に立ててれば。いやー、ありがとうございます。で、ゲームの方もね、遊ばせていただきましたし、ぜひ興味お持ちで、まだ持ってないという方はね、簡単に遊べますので、ダイビーぜひ遊んでみていただければと思います。今日はですね、ハーベストバレーの刈谷啓二さんをお迎えしてお届けしました。今後もですね、いろいろ構想が終わりということなので、また新作が出た折には、黒帯チャンネルにも遊びにいらしていただければと。ちょっと重めのやつはどういう風に撮影するかを考えないといけないですけども、ぜひ遊びにいらしていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
黒帯チャンネルでは素敵なゲストの方をお招きしたりしながら、普段あまり踏み込まないゲーム制作の深い部分を扱っていく番組です。扱ってほしいテーマや呼んでほしいゲストなどコメントをお寄せいただけると嬉しいです。というわけでまた次回お会いしましょう。それではさようなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。